これは1947年アメリカ空軍が本物の写真と鑑定した一枚の円盤の写真だ。写っているのは灰色の空に浮かぶ暗い塊。決して鮮明ではない。それでも空軍の技術分析はこれをフィルムの欠陥ではなく神聖な写真であると結論付けた。アメリカ政府はこうした報告をどう調べどう片付けたのか、機密解除された文書がそのまま残している。この動画は機密解除プロジェクトパーシューが2026年7月に公開した第4弾のうち文書側をまとめたものだ。舞台は冷戦が始まった1947年から1950年代。アメリカ軍は空に現れる未確認の物体を部隊からの報告として次々と書き留めていた。ここで扱うのはそのうち後に伝説として語り継がれる4つの事件。フェニックスの写真、パイロットの墜落死、戦闘機との空中戦、そして航空機パイロットが描いたスケッチ。いずれも当時の公式報告書の文言そのままで見ていく。最初の事件は1947年7月アリゾナ州フェニックス。ウィリアム・ローズという男性が夕暮れの空で旋回する円盤を2枚撮影した。この写真を分析したのが当時のアメリカ空軍の調査、プロジェクトサインだ。技術者たちはフィルムの欠陥や現像のムラをまず疑った。しかし、たどり着いた結論はこう記された。画像は神聖な写真であり、フィルムの欠陥によるものではない。さらに撮影距離と焦点距離を仮定して、物体の体格をおよそ44フィートから55フィートと見積もっている。ただし写真そのものは、あくまで灰色に浮かぶ暗い塊で、輪郭は判然としない。本物とは、画質の鮮明さではなく、あくまで鑑定の結果を指す言葉だ。二つ目は、翌1948年1月7日、ゲンタッキー州のゴッドマン基地の上空に未確認の物体が現れた。その物体を周辺のパイロットが追いかけた。高度3万フィートまで追い続け、そして墜落し、命を落とした。この人物こそ、後にマンテル隊員として UFO 史に名を残すことになる。だが、公式報告書は彼を名前で呼んではいない。記されているのは、ただ周平のパイロットという言葉だけだ。報告書が書き留めた彼の最後の更新はこうだった。金属製の物体のようだ。とてつもない大きさだ。正面のやや上にいる。もっとよく見るために近づいている。では公式報告書は、この死をどう片付けたのか。まず死因について。報告書は、パイロットが酸欠に陥り墜落したものと推定した。断定ではなく推定だ。そして、物体の正体について。同じ報告書は、8月19日にゴッドマン基地で起きた別の目撃を、ルイビル大学の主任天文学者ムーア氏が金星と断定したと記している。その上で1月のマンテルの事件についても、これも金星の観測だった可能性を示唆した。あくまで示唆止まりだ。伝説は、パイロットが金星を追って死んだと語り継ぐ。だが原文が残したのは、酸欠と推定される死と金星の観測だった可能性へのそっけない示唆だけだった。三つ目は、同じ1948年10月1日、ノースダコタ州ファーゴの夜空だ。空軍州兵のジョージ・ゴーマン少尉が飛行中に白い光を目撃する。ゴーマン少尉は戦闘機 F51 でその光を追いかけた。だが光は、旋回でも速度でも上昇でも、彼の戦闘機を上回った。地上の管制官ら3人の目撃者も同じ光を確認している。報告書は他の航空機や気象観測用の気球という説明を調査の上で退けた。それでも、光の正体そのものは書かれないまま残された。4つ目は、少し遡って1948年7月25日の未明、イースタン航空の旅客機を操縦していた2人のパイロットが巨大な物体とすれ違った。細長い葉巻のような形でドイツの V2 ロケットを思わせたと2人は語った。この事件が他と違うのは証言だけではない点だ。2人のパイロットはそれぞれアトランタのホテルの便箋に見たものを手書きでスケッチした。その2枚のスケッチは今も一次資料として残っている。公式の信頼度評価は低めに置かれた。それでも手を動かして描かれた1枚は、当時の目撃の生々しさをそのまま伝えている。これらの事件を当局はどう受け止めていったのか。
1953年、アメリカ空軍は科学者を集めた委員会を開いた。後にロバートソンパネルと呼ばれる会合だ。集まった専門家はそれまでの目撃記録を検討し、こう結論した。UFO が国家の安全保障にとって直接の脅威である証拠は見当たらない。その上で委員会は、一般の関心を冷まし、目撃をありふれた見間違いとして片付けさせる計画を勧告した。有名な事件は、こうしてそっけない一文と脅威なしという判断の中に静かに片付けられていった。本動画で扱った4つの事件は、機密解除プロジェクトパーシューが2026年に公開した第4弾の文書に全て記録されている。原文は war.gov/UFO で誰でも読むことができる。もう一度、あのフェニックスの写真を思い出してほしい。灰色の空に浮かぶ暗い塊。アメリカ空軍は、それをフィルムの欠陥ではない神聖な写真と鑑定した。そしてマンテル大尉は、今も金星を追って死んだ男として語り継がれる。だが、公式文書が残したのは、名前すらない周兵のパイロットと、酸欠と推定される死、そして金星へのそっけない一言だけだ。伝説と官僚的な一文。本チャンネルは、世界各国の政府が公開した機密解除資料や公式記録を原文を確認しながら日本語で紹介しています。これからも世界各地各年代の記録を一件ずつ辿っていきます。その間に横たわる隔たりをどう読むかは原文を開いたものに委ねられている。